オカルト部オカルト部あれです。これは谷さんどういったポーズなんですか？五山税明王っていうね、はい仏像があるんですはいそれがやってるポーズなんですすごいものをチョイスしてくれました。五山税明王のポーズで五山全明。五山税明王っていうね。谷さんあれですよね、はいこの物件以外にもいろんな物件を渡り歩いてる。そうです。これはだからね、一応6軒目になるんですよ。 6軒目。で今大阪に7軒目を借りてて、はいはいはい、やっぱりそんだけ住まれてれば、もういろんなおそらく心霊体験怪奇現象を、されてると思うんですけど。まあそうですね、うん普通の家に住んでるよりはしてると思いますね。じゃあ今回その、はいまあ今まで体験した怪奇現象ってものをちょっといろいろお話ししていただこうかなと思いまして、はいまず1軒目からいきましょうか。1軒目、はい、1軒目、はい初めて住んだ物件っていうのが、はまあ、大阪のはいワンルーム10畳10 10畳のすごい広い部屋で、はいはい立地がすごい良くて、はい4万5千円っていうね、おおこれってすごい安いんですよ、まあ、本来なら6万7万ぐらいのところがそんだけ安くなってる、はいはいはいマンションで、はいここがね、なんて言ったらいいかな、そこが事故物件ってわけじゃないんですよ、そのマンション自体がもう事故物件マンションになってるっていう、土地が悪いところなんですかね。土地というか建物自体がもう全部事故物件扱いをされてるっていうはい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 マンションでして、その時ね、番組の企画、北野誠のお前ら行くなっていう番組はいはいの企画で住み始めたんですけど、はいカメラをね、定点カメラをずっとそのセットして毎日撮影するんですよ、で何かあったら報告するみたいなはいはいのをやってて、だから初日にまず、まあ、オーブって言われるんですけどね、はいはいはいオーブがこうピョロンって飛ぶのが撮れたんですけど、その撮れたタイミングっていうのが、まあ、知り合いから電話がかかってきて、夜中にね、でなんだろうと思ってパッて電話取ったら、もしもしって向こうが喋ってるんですけど、はいなんか電波が悪いのか、はいはいなんか途切れ途切れで何言ってるか分かんないんですよ。で聞こえてきたのが「お前今カラオケボックスおるんか?」っていう言葉だけ聞こえてきて「僕今家ですよ」で誰もいないし今真っ暗です、事故物件に今住み始めて一人ぼっちなんで、はい無音の状態です、はい女が歌ってる声が聞こえるってうわって言ってる時にオーブがピョロンって飛ぶんですよ。その女のオーブだったんですかね。女のオーブなのか分かんないけど歌歌ったんですか。歌が聞こえてきたってへーそれが初日。それが初日すごい、うん初日でもうすごいですよ。これがね2日目3日目になっていくとはい増えていくんですよ、オーブがほうほうほうほ2匹3匹4匹とうはいはいはいどんどん増えていって1週間経つと7匹出るんかなって思うでしょ。そうですね。7匹出るんかなと思ったら、はあいつら合体して1個のなんか長い一旦木綿みたいになってピューってキングスライムみたいなキングスライムみたいになって合体してそう目の前通り過ぎるっていう、何これっていう映像が撮れたんですよ、はいすげえこれはすごいぞって思ってやばいですね。報告しようと、はい何か撮れたら報告、はいはいはい番組報告しないといけない、報告しようと思ってたら、次の日に僕マンションの入り口でスポーツカーにひかれるんですよ。思いっきりひき逃げされまして、今例じゃないですよね。多分例じゃないもう死んでる説生きてる生きてます生きてるはずなんですよ、生きてるはず生きてるんですよ、は西根田タイガー君っていう後輩がいましてね、はいあと花井二等兵っていう後輩がいまして、はいでその引っ越しを手伝ってくれてた後輩2人が同じ時期にはい別々の場所で彼らも交通事故に遭ってるんですよ。うわもう完全にその事故物件のなんか連勝ですよ。この偶然なんやろってやばいですね。思ってたらさすがにどんどん怖くなってきて、うんだからもともと霊感があるわけじゃないし、はいはいはいちょっと怖くなってきて、だそうですね。から気の問題かもしれないけど、こう背中が重くなったりね、あーはい京都にねなんかラジオ局があってそこの仕事に行った時に、はいの帰りに、喫茶店寄って休憩しようとはいはいはいで、行ったことない京都の喫茶店にうんはい入った瞬間に、店のママさんみたいな人が、はいはいはいちょっとあなた入らないでって言うんですよ。初対面ですよ。初対面で。入らないで。は僕ですか、あなたの後ろに女の人がしがみついてるからそれ入れちゃダメって言われて入店拒否されたんです。い。例のせいで。そう例のせいでうわついてんねやって思う。しがみついてるっていうのがそうだね。からそれがもう1軒目ですね。一軒目濃いですね。濃いですよ。スピリチュアルはいの修行をしてるっていうはい友達がいましてね、はい。谷さん事故物件住んでるんやったら、うんちょっと部屋お払いしますよみたいな、うん。じゃあそれを部屋で撮影しようって言ったんですよ。あはいはいはい。いいですよって言って、でその子は部屋まで来たんですよね、その事故物件まで来て、
でじゃあ録画ボタンを押して、はいカメラのボタンを押して、はいじゃあ今から、除霊をしてくれるということなんで、はいやってもらいましょうみたいな、はい。言ったらその子が「僕そんなん言いました」って言うんですよ。どういういやいやいやどういうあんたが除霊するお祓いする言うから部屋来たんやんかはあ何のことですかみたいな感じで「何これ?」って言ってで一回カメラ止めてね、はいなんでそんなこと言うのってなんでそんなこと言うのって言ったら「一回ちょっと部屋出ましょうか」ってその子が、で部屋出て廊下で「いや谷さんねこんなもん除霊できないですここ」って言い出してはい。 「とんでもないです」ってなるほど。この部屋はい。なので部屋の中で除霊するとか言ったら悪いことが起こそれなら死んでしまうようなことがもしるみかしたらたいなことかもしれないなのでなるほど。除霊は僕はできないだけど一応浄化という形ならまだできるかもしれない、それでいきましょうはい。そうなんや、はい。これマジやと思ってやばでその今回部屋に入れてね、はい。で録画してでじゃあ浄化しますはい。浄化の方に切り替えます浄化しますと。ホワイトセージって言ってハーブを乾燥させた葉っぱが白い葉っぱがあって汚れたはいはいはい。空気とかを払うための葉っぱでこれ燃やすと煙がもくもく出てそれが払われるとなるほどなるほど。これを試してみました、はい。ということで、灰皿の上にその葉っぱホワイトセージを置いてでライターで火つけてはい。もくもくもくって煙出るんですよ、そしたら本当にね映画みたいに煙が割れるんですよ僕がバーってあらダメだーってなって谷さんに聞かないってなって煙が割れていくってダメでしたーっていやでもすごいですね。この谷さんは要するに煙が避けてたってことですよね。そう避けていってダメだーって言われましたさすが言われます。はい。まあそういうような話が本にあるってことですもんね。あ、そうですね。ありがとうございます。なるほど素晴らしい。こちらまず私松原谷氏の、はい。これは僕の今まで住んだ事故物件の間取りとエピソードがずっと入ってうわめっちゃ面白いじゃないですかこんなはい僕が主人公になって漫画化されました。だよ。僕んち事故物件っていうのが先ほど喋りました1件目の話が1件目の話だけで1冊。おお。ってことはもうこれそう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 。この話の詳細がこれ読めばわかるっていう。熱いっすね。こんな濃い時間を過ごしたのは久しぶりですね。そうですか。はい。大変有意義でしたけどね。帰りが怖いですね。そうですね。はいもし何か起こったらですね、うんちゃんと動画で報告します。あ、お願いします。ほんまや。はいござんござんぜんみょう。